いじめた側に 100% 原因があると私は思わないんですよね、簡単にルールを作ろうとしすぎなんですよね、いじめられてる方にしかフォーカスしてないじゃないですか、大事なのはどうも皆さんこんにちは、三上変大地です。1歳から振り返る番外編ということでですね、ちょっといじめについてね、お話ししていきたいと思います。私小学校5年生の時にちょっといじめをね受けてた過去があるんで、そこも踏まえてね、トピックの一つとしてね、いじめ、ぜひお付き合いいただければなというふうに思います。よろしくお願いします。何がきっかけでいじめが起きたかとかっていうのって覚えてます？先輩に対して結構舐めた態度取ってたのかな、おそらくかなり調子を乗ってたんですよね、文化もちょっとねいろいろ違うし、っていうのもあって多分舐めてたと思うんですけど、それがあってクラスの中で無視とか、連絡帳隠すとか、そういうのが始まって、で先生に相談したら先生は気のせいだよって言うし、もうどうしようもないなっていうことで不登校になりましたね。なるほど、確か先生もね味方してくれないような先生、そうですね、だったんですね当時ね。両親とかには相談されているってことですね。母親には言いましたね。父親には言わないでくれっつって。でどんどん不登校が多くなっていった段階で父親がそんなやつお前殴れって言って、で殴ったら解決しました、ちなみにお母さんの方はどんなアドバイスをしてたんですか？アドバイスはなくて、今日は休んだらとか言ってもなんか保健室にいればいいしっていう感じでしたね、どうすることもできなくて母親はすごいなんか力不足を感じてたみたいですけど、でも話聞いてくれるだけではすごい嬉しかったですけどね、あんたそんなこと言わないで学校行きなさいとかじゃなくてちゃんとそこは理解してくれたので、いじめからこう乗り越えられたきっかけを与えてくれたのはお父さんって感じなんですかね。っていう感じになりますけど、でも暴力ってどうなのかなっていうふうには思いますけどね、今こういう立場になっていろんな経験をしてきて、もっとひどい世界を見てきたんですけど、それでも暴力はどうなのかなっていうのは思いますね。暴力でしか解決できない問題ないっすね。絶対ね暴力必要ないね。それで私は良かったかもしれないですけど、それをきっかけに暴力で解決できたから何でも暴力で解決するっていうパターンに発展することだってあるわけで、そうですね、それは私がたまたま運が良かっただけなんですよ、だから運に頼らずにっていうふうに考えたら、やっぱりそういう時に学校に行かなくてもいいシステムっていうのがあるとすごいいいのかなと思いますね、学校に行かずにもう好きなことを好きな人たちとだけできるシステムみたいなのがあると、それはすごいいいんじゃないかなって思いますよね。確かに。ただコミュニティの中で生きていくにはいろんな人と関わらなければいけないみたいなことを言う人はいるけど、難しいけどやっぱり逃げるとかは一つの選択肢なのかな、その逃げ場があるっていう、常に逃げ場があるのは大事だと思いますよ、逃げ場がない状態って本当に苦しいですから。そうですよね、10代の方たちって今いるコミュニティが全ての世界だっていうふうに思いがちじゃないですか、そこから逃げることが人生の終わりじゃないけどみたいに思ってしまうので、それがだから社会が作り出した固定観念ですよね、それは良くないよね。個人個人が得意の能力をお互い持ってて年齢関係なく、で関われるっていうコミュニティは確かに存在すると思うし、そこであれば別に全くそんな関係ないからね、いじめの話に戻ると、いじめる側といじめられる側どちらにも原因はあって、あとは周りの人間にも原因がありますよね。いじめている側の人たちに対して思うことをお聞きしたいですね。いじめてる側は、多分いじめって認識してないのかもしれないですね。なるほど、悪ふざけの延長だって。だからこれってすごい難しいんですよ。いじめとして認定するってかなり難しくて、家の中でのこう発言みたいなのがトゲのある発言で、それに慣れてる子供が他の子に対してもそういう言葉を言うとか、俺からしたらこれ普通なんだけど、普通にコミュニケーション取ってるだけなんだけどっていうのがいじめに、それは傷ついた、深く傷ついたから学校行きませんで、いじめなったら片方の方しか見てないですよね、いじめと感じた方だけを見て、その言ったやつはお前をいじめたっていうふうに認定してるけど、でもそれって
分かんない、そっち側の事情もあるかもしれないし、その本人の気持ちとして本当にいじめてるつもりはなくて本当に仲良くなりたかっただけかもしれないし、バッと認定するんじゃなくて話し合いに発展することがなかなかないですよね。日本ってそういうのをオープンに話し合おうっていう文化があんまないのかなって、学校もなんかいじめがあったかもしれないみたいなところがあるとすごいあたふたするじゃないですか、いじめた側に 100% 原因があると私は思わないですよね、だって本人はそのつもりがないっていう可能性は全然ありますから、本当にこいつ嫌いだって言ってやってる場合だってありますよ、それは私は良くないと思うんですけど、でもまあ嫌いになる側にもまた理由はあって、原因としては私が生意気だったのが原因なんで、いじめられてる方がいじめられてると認識した時点でいじめが成立するみたいな、なんかこうあるじゃないですか、その考え方ってどう思います？おかしいと思いますね、簡単にルールを作ろうとしすぎなんですよね、さっきも言ったけどいじめられてる方にしかフォーカスしてないじゃないですか、大事なのは当たり前を変えていくことだと思うんですよね、なんかいじめることってダサいんだよっていう文化を作っていくことが大事で、いじめてる人をやめろってと冷やかすやつらって俺の時代にはいたんですよね、ふざけて、もっとやれぐらいのノリで逆煽るってこと、そうっていうのがあったわけ、そうじゃなくていじめてるのを見たらあいつ何してんのぐらいの価値観の共有って日本人には一番強力なんじゃないかなと思いますけどね。なるほど。でもまあやっぱなくならないん、まあ人間である以上はなくならないとは思いますけど、その絶対値というかその割合、一時期ほどいじめのあれは効かなくなったような気がするんですけどね。先ほどヘンリーさんおっしゃられた通り、まあ煽る子が多いのかな、そこに対しては何か思うことありますか？それもさっき言ったように空気感の奴隷になってるんですよね。確かにね。なんか煽ってもいい空気感になってるからみんな煽る、そんな中で大丈夫って一声かけられる人ってのはなかなか少ない、一言かけられる人間っていうのは素晴らしい人間だと思うんですよ、でもそういう風になれっていうのは無理なんです、こういう問題を解決するためには空気感そのものを変えていかなきゃいけないなっていうふうに思いますね、社会全体がそういう空気感を作っていかないと。日本人にはそれが一番合うような気がしますね。なるほど。最後の質問なんですけど、じゃあ今度いじめられている方たちに対しては何かどういうふうに考えるか。いじめられてる渦中ではそれは絶対考えられないことなんですけど、それでも聞いてほしいですよね、なんか不登校になってる間で、ネットの中のコミュニティに入ったりだとか、あとは自然に触れる機会もすごい多くなったし、一人で山に行ったりとかっていうのはその時期にはもっと増えたんで、学校行かない分ね、学校行かないで山行くとか、こっちの方が正しいんじゃないのかなとかっていうふうに思った時期もあったんですよ、学校なんか一生行かなくていいやみたいな、でそれはなんか感覚的には間違ってないと思ってるんですよね、スポーツが良くてスポーツで大学行けますとか、そういうのは当時なかったし、何もない人間だったんで、とりあえず勉強はしなきゃいけなかったわけです。とりあえず学校行ってとりあえず学歴は取らなきゃいけないみたいな感じだったんで、あとは自分のその得意なものを見つけられてなかったんですよね、だから、学校に戻るっていう選択肢を取ったんですけど、そうじゃなくてすごい好きなことがあってそれに対して没頭できるような人間がいじめられたらちょうどいいやって言ってその好きなことばっかやってりゃいいんじゃないかなと思いますね。なるほど。それを突き詰めてみればいいんじゃないかな、ちょうどいい機会ですよ。学校行かなくていいんだもん、いじめられてんだからなるほどね。そういじめられてっから学校行きませんで不登校になっちゃえばいいと思います。なるほど。もう無理して学校行かなくていいっていう考え方ですね。そしたらね、今の時代って結構もうネットも発達したし、自分が例えば絵描くのが好きだとか何でもいいんだけど、それでねコミュニティに入って自分を受け入れてくれる場所があるんだっていうふうに思える機会だってあると思うんですよね。確かに。そういうのに触れてったらちょっと勇気を出して人と触れ合ってみようみたいな気持ちも生まれてくるんじゃないかなっていうふうに思いますね。それも全部運だとは思うんですけど、やっぱり好きなことを突き詰めてやってみる時期として非常にいいんじゃないのかなって。私はそれで山がすごい大好きになったし、そうゲームもこんなに面白いものあるんだってすごい思うようになったし、いろいろ漫画も読んだし、その時期があったからこそなんかいろんなものに目を向けられたかなって思いますね。高卒認定なんかもありますのでね。そうですね。別に高校に、学校に行くことが全てではないっていうことですよね。
そうですね、確かに。やっぱりみんなね学歴まあでもそうですとかねいろいろ考えちゃうから、まあそこに縛られてるうちは仕方ないですよね。あとやっぱ親御さん的なこの子に高校に行ってほしいとかありますね。あるじゃないですか。なかなかねそこはね人一人の問題じゃないんですよ。確かに。だから逆に気持ちを強く持てって言ってやったってそれには向き不向きがありますから、耐えられる人もいれば耐えられない人もいるし。そうですね、確かに。社会のスタンダードを人に押し付けちゃいけないっていうことです、社会と人は分けて考えないと、社会で OK とされてることはある人にとっては OK じゃないかもしれない、っていうのをベースで人付き合いっていうのはしていかなきゃいけないし、人に対してアドバイスをするとか相談に乗る時とか、自分がもしも子供が生まれたりとかした場合はそこも考えないといけないですよね、常識的には一般ではこうやって言われてんだよっていうのは押し付けないこと、そうですね。一般的にはこうだけどお前ってどう思ってんのとか、あそれいいじゃんみたいな、ちゃんとねそこの意見はすごい尊重してあげないといけないと思います、まあここの動画をご覧になってる方でねいじめに悩んでるとか、学校のいじめに限らず職場とかいうのがあればねコメントしていただければね、これってこうがいいんじゃないですかっていうふうにもしなんかね、いいものできるかもしれないので、まあぜひぜひ、ね、悩んでるとかね、自分の友達が悩んでるとかでもいいと思うし、息子が悩んでますとかでもいいと思いますしね、一緒に考えていけたらいいのかな。いじめ受けてます、こういういじめですっていうのに対してそれはいじめじゃねえよとかお前の気持ちが弱いんだよみたいなコメントはなしですね、それはちょっと良くないです。価値観の押し付けなんで、そうですね、なんかね価値観の押し付けだけは悪なのかなって思いますね、まあこれも価値観の押し付けといったら価値観の押し付けになっちゃうんです、全問答みたいになっちゃうんですけど、とりあえず価値観の押し付けは話し合いを破綻させるんで、それはなしでお願いしたいです。そうですね、はい、ということでね、本日三上変理大臣いじめについて語るという動画になりました。またさっきも言ったようにね、コメント欄でこういういじめに遭いましたとか遭ってますとか何でもいいんでね、相談事とかがあればまたそれをみんなで話し合っていくいい機会になるのかなっていうふうに思うので、ぜひコメントお願いします。どうもありがとうございました。次もぜひご視聴ください。またね。最後まで見てくださってありがとうございました。チャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。